韓国ソウル地下鉄トンデムン駅。着いた着いた。もう秋がどっか行ってしまったかのように寒くなってきたソウル。さて今日行くところはこっち。今日のお店はだいぶローカルな老舗。楽しみなんて思いながらトンデムンの街をとちわさびが今日も行く。ここからはよく噴印寺門、別名東大門がよく見える。そんな一番出口をまっすぐ歩いていく。宝石村、貴金属とか売ってんねやろか。その横は野菜の店、ベジタブルストア。店名そのまま。その間の道を入っていくのよ。なんか駅前やのにもうすでにローカル感がプンプンしてきてるで。好きよこういう路地。ほら、一時代取り残されたかのようなこの雰囲気。まっすぐまっすぐ。迷路みたいな道で、にゃー。あれ、どっか行った。てか3匹の子猫。でも今日は3匹の子豚やねん。そんな路地を抜けるとここ左やねんけど、もうこの辺路地の中の路地入り組んでる。かくれんぼできんで。また路地を抜けてくるとワグルワグル教育店やねんけど。であっち側にもワグルワグル別館。知ってるで。本店はこっち。ワグルワグルって日本語で言うたらワイワイするみたいな意味よね。俺もワグルワグル着いた。早くもっこし。たはー、アギテジサミョンジェがワグルワグル。今日のお店はうるさいぐらい言うてるけど、ワグルワグルチョッパイ。小豚じゃなかった、でかかった。てかソファーでテレビ見るっすよ。なんと1975年創業やから約50年続くお店。軽い足取りで入店です。社長さんからこの時間は別館の方がええでって言われた。ってことですぐ横にある別館へ入店です。こちらのメニューはただ一つ。豚足の中と大のみ。老舗のプライドが垣間見える。サイドメニューもほぼなし。上からご飯、野菜ビビンパ、野菜ビビンマッククス。マッククスは豚足と同時に注文しなければならない。その横にはさっきとはテイストが違うちょっとリアルな豚ちゃん。この構図で書くの珍しない？ってことで注文。춘자 하나랑요. 그리고 진로 한 병 주세요. ここの従業員さんめっちゃ親切。こういうのは気分ええよね。店のオープンが午後3時。店内は老舗の香りがビンビン。ちょっと待って、またテイストの違う豚ちゃんおるやん。電話受けてる。さっきから豚ちゃんで笑わすのやめて。できた。店外でも店内でもブーブーブーと聞きながらぐる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 。今日の料理にはゲロゲロ欠かせんやろローリング。そういや考えてみたらここに来る前ニャーオも聞いてたわ。そのうち俺も泣き出すと思うわ。本日1杯目。これが俺の泣き声。茜雲、路地を抜ければ冬近し。ありがとうございます。すぐ俺の隣にはビビンマッククスの張り紙。俺は今日はこれじゃなくてもう一個の方頼む予定やしな。またテイストの違う豚ちゃん。3匹どころちゃうで。養豚場に迷い込む。そんな中準備してくださった基本のおかずはもやしスープ、ニラの和え物、ムセンチェ、セウジョットサムジャン、そしてドンチミ。では早速一つ一つ包装されたお箸を取り出し準備していく。こういうところにも見える老舗の片鱗。シャキーン。ガマちゃんを入れたお口にはムセンチェ。取りすぎや。慌てない慌てない。とは言ってもそれでも多め。パクリ。千切りにした大根やからシャキシャキさが顎に直接響き渡る。ここの無センチョは結構辛め。豚足に合うやろな。
そして止まらなくなった手はニラの和え物。また置いて。もう欲の塊さん、こちらもすぐさまパク。先ほどの無線チェ同様、豚足が出てきたらこいつも本領発揮するに違いない。すぐさま手が伸びてしまう。もう少しかかるやろうから、定番のアジェループで一杯。でもう一つ気になってるおかずがドンチミ。ちょっと白すぎて大根見えにくいけど、大きく切られたこの大根、大好物やで俺。この音だけで睡眠用として流して寝れるわ。で食べてたら、あれ来たんちゃう？キラキラと光った豚足の登場です。ブー！同時にサンチュをはじめ野菜類も出していただいた。ここの豚足はなかなかの薄切りなんよ。一切れでは物足りんと本能が耳元でささやくから3切れ掴んでる。このお肉も置いていくことはできない。これが本当の3匹の子豚。狼がやってくる。一口。煙突から入っていくと、子豚たちの晩餐に招いてくれてる。まず最初に感じたのは、味付けが濃すぎずあっさりしている。昨今辛いものや味が濃いものが多い中、オーソドックスという言葉が一番似合う豚足や。これはリップにもなるし。じゃあ次はこの赤身の部分。こいつはどうかな。パクリ。先ほどの脂身の部分と同じく優しい味付けやけど、豚の臭みも全くない。食感も柔らかいのに噛み応えもある。うまい。これは自然に動いてまうわ。うまい料理にはやっぱりガマちゃん必須よね。じゃあ用意。もう一切れでは満足できないからだ。次は背ウジョ、軽くつける。バンジージャンプ豚足に変身後、まずは体内にガマちゃんをグイグイと。バンジー。さっき他のテーブルから会話が聞こえてんけど、酒がないと美味しさがわからないよねって。私激しく同意。まだまだ俺はせなあかんことがある。一切れ準備。そしてこの無線チェが前より感じる視線。ニンニクを1枚、そして2枚。3ジャン急降下。よし、まずはこれだけ。慌てない慌てない。一本の無線チェ不安定やけどパクリ。やっぱり。でもさっきの予想大正解。脂身の部分の油気はしっかり無線チェがキャッチ。俺も無線チェをキャッチ。一本だけ置いていくことは俺にはできない。ここで人参。昇級系の王様。サムジャンと共にかじる。養豚場に迷い込んだウサちゃん。出てきた時からスプーン入り。目の前の豚足に気を取られすぎてスプーン取るの忘れてた。一口でその優しい味に体が包まれる。もやしもほぼ全部ガブリ。メインとメインの間に入る心優しい仲裁者。再びメインに手は戻る。次はダブルでいったろう。さっきはちょっと仲間外れにしてもうたからな。ニラの和え物で、こいつには少し辛さが欲しいな。結構見た目はヤバそうなんよね。チョンヤンコチュを一切れ。サムジャンにつけてトッピング。爽やかな辛さの風に吹かれて持ち上がる。もうこれだけでうまそうってことは、ガマちゃん必須の鳴き声が聞こえる。こいつでお口全体を潤したい。両前足を使って俺は盛大に一人パーティー。ウェルカムドリンクを一気に流し込む。赤身、脂身の部分が混ざってその肉の弾力に跳ね返るように爽やかな辛さ。指で風を確認。中指ちゃうで。いや、そう、時間差で辛さが来てる。でもこういうのはある程度辛くないとうまくないからね。そこでドンチミ。急いでググッとドンチミの甘酸っぱさを入れていく。口の中を消化するまで飲み込まない。よし、こっから巻いていこう。
再びお肉をつかみドスン。この組み合わせ好きなんよ。ニンニクをサムジャンとともにドスドスン。豚足はやっぱりこうやって食べんと。サンチュが肉を俺をも抱きしめる。ニンニクの刺激と噛むと出てくる脂身がぶつかりながらもお互いを認め合う瞬間。俺は首がもげそうな瞬間。じゃあ次はこいつも。いやちょっと待てよ。このままやったら唇だけやなく右手全体にリップを塗ることになる。かなりお客さん増えて店員さん忙しそうやったから手袋取ってきた。言うたら持っていくのにって優しい。俺は手袋を装着、無敵の男。改めて足の部分を取っていく。こういう部分はプルプルコラーゲン。足の先に宿る沈黙のうまみ。背ウジョにもちょこっとつけて再びかぶりつく。こうなったら飛んでくるガマちゃん。ガマちゃんもコラーゲン摂取でプルプル潤いを保ち出す。骨と骨に囲まれた森を抜けるとそこはコラーゲンの湖。欲張りニット帽男はサンチュを2枚準備していた。ペチペチ。骨があるから分かりにくいけどだいぶ少なくなってきた。まあここまでは完璧な計画通りなので、ここはオールスターで出してくれた2種類のおかずも乗せていく。このニンニクだけは欠かせないベストフレンドサムジャンにつけて完成。これが俺の思う一番うまい食べ方やで。飛び出し事故が起こらんように丁寧に四方八方しっかりとサンチュを巻いていく。大きく一口で、必ず一口で。飛び出し事故は起こったけど関係あるか、無視無視。うまい食べ物の前では細かいことなんて気にしてられへん。すぐさまガマちゃんが傾いてるけど、そろそろこのタイミング来たんちゃうか。あのメニュー。さあさあやってきました。ここが頼み時ポイント。ビビンバ하나만 주세요。手持ち無沙汰になった俺は一直線に骨をつかむ。普通豚足屋さんのサイドメニューの王様といえばマッククスが基本。もちろんこの店にもあるけどね。でもビビンパプが置いてあるお店ってそうそうないよなんて思ってたら、ほらほら向こうの方から野菜畑が近づいてきた。コラーゲン入れてる場合ちゃう。野菜畑に飛び込め。上にふんだんにかかってるごまの中にはコチュジャンが見える。もちろん中にはご飯が入ってるから混ぜ混ぜしていく。混ぜてるとこぼしてしまうぐらい量が多い野菜たち。手は素早く動くけど慎重そのもの。崩せば崩すほど色は混ざり香りも立ち上る。最終兵器投入。器がダンスし始めて、これはちゃんと混ざってんのか。こいつはアホなんか。いや冷静やった。我慢できんとつまみが。それでも負けじと両前足混ぜ混ぜ。だいぶジャンプカットしたけどええ感じになってきたやん。持ち上げる。このお店のシグニチャーでハイライトと言ってもいいメニュー。今日一大きなパクリで中の野菜のシャキシャキ食感を感じながら、ここは豚足屋さんだということを忘れてしまいそうになる。ほんまにこの店ではおすすめ。もちろんこれは序章に過ぎない。わかるよね。少し残しておいたやん。奇跡の合体。我慢できずにこっちも未知との遭遇。よしよし。日の出かと思ったわ。小声でなんか言うてるけど、しっかりとバランスを保ちつつ、ちょっと待てよ。よいしょ。はっ、日没。いやアホなこと言うてんちゃうねん。再び持ち上げて合体。俺はこうやって食べたいの。パクリ。無理やり口に押し込んでもうたけど、夢が叶って一件落着。やっぱりここのビビンパはこうやって食べなあかんのよ。もう俺は無欲や。しっかりと学習してる。初めからこれぐらいのサイズが一番ええねん。落ち着いて口に入れる。まだまだやることは残ってる。残ってるお肉がいらっしゃい。もうすべてのお肉がいらっしゃい。実はハサミをもらってた。乗せたお肉を器の中で切っていく。これやでこれやで。来たで来たで、これやねん俺が望んでたんは。一仕事を終えた人間はどうして顔だけは冷静を装うのだろ
もちろん心の中ではバグルバグル。これが今日の本当のデザート。豚足とコチュジャン、そしてご飯がこれまたよう合うのよ。もしかしてこの店の最後の豚ちゃんは俺になるかもしれない。最高。豚足自体の味が濃くないからビビンパに入れてもスイスイ美味しくいただけるんよ。全部食べてもうた。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。こういう料理には必須、虎に翼よ。だから最後の一滴まで。ほら言うた通り満席になってる。コラーゲンで一日の疲れを吹き飛ばせ。本日最後の一杯。俺の前足はまだまだ動く。豚足屋さんでの最後のシーンはやっぱりこれ。骨にかぶりつく。探してはかじる。なんかでもこれ真ん中空いてる。くだらんこと言いながらもガブリ。やっぱり俺は狼やったわ。おー。トンデムンにある50年続く老舗の豚足屋さん。ローカル感満載のこういう店好きや。よく豚足食べると喉乾くんやけど、そんなことはない味付け。いやー大満足や。帰り際また細い路地に向かってると、ハーブドクター。頭皮の毛穴をきれいにして毛根を丈夫に。頭の中に蝶々が飛んでる。頭の中がお花畑って意味やろか。まあ大きく間違ってはないけどな。ほらまた細い路地や言うて喜んでるしね。ってことで今日の食物語はこれでおしまい。チャルモゴスミだ。